今宵音楽の魔法にかかってみませんか？今伝えたいをキーワードに歌謡ポップスチャンネルが厳選した新たな音楽に出会える番組ワウワウプラスミュージック深夜1時の音楽タイム。本日のアーティストは8時集合とかで神社に行ってもうすでに雨が降っててどうするの海行くのにって言ってまた東京からどこだっけ茨城かどっかに向かったけど向かった先もやっぱり雨でって夜まで夜じゃない夕方ぐらいかなまでずっと降られ続けて前日がすごい晴れてたんですよ。外の撮影じゃない海じゃない時が晴れてて快晴ぐらいだったのに次海行くってなったら降り出して泣いたもん冬の海だったんですよ、浜辺に立たせられて雨降ってきて泣きました。雨が降りがち。この人のせいなんですよ。そうなんですよ。絶対この人なんですよ。なんか海で撮っててで、1人ずつ撮るから他のメンバーも車に戻っていいよって言われて私が出た時だけすごい雨降ってくるんですよあの時に確信を持ってるね、おいちゃんだ。で小庄司が降りてきたら晴れるんですよなんでって言いながら階段の上から眺めたベランダ青いカーテンが隠してた景色何も知らないで音符を置いてる小さな部屋の中で何かを作ってた街外れの工場に煙突がきれいに並んで錆びた鉄の匂いだけかすかに触れる僕らの歌はどこに届いているんだろう帰り道の途中見慣れない路地裏僕らの歌はどこに続いているんだろう首だけの鳥は神社から飛び立前回のデュアルで、ミュージックビデオ決まったじゃないですか。はい作りますね。動物の擬人化をテーマにした MV を作ろうっていう。実際にね、どんなのがいるかとか触れ合ってね、気持ちを分かりに行きましょう。なんだっけ？なんかわかんない、なんでもいい。今日見て決める。今日だね。じゃあまあ動物を見にね行きたいんですけど、あれやろうや。ジャンプしていくやつやろう。私たちにも瞬間移動できるかな。できる。いくよ。いいよ。3。じゃないの。いくよ。せーの。はい、到着しました。一瞬で着きましたね、ジャンプ。瞬間移動楽しかったね。今日はペットショップフー&リクさんにお邪魔させていただきますね。はい。犬以外にもいろいろね、いるみたいで楽しみですね。行きましょう。
めっちゃ可愛いんだけど。可愛いね、もそう。持って帰りたい。これになりたい。可愛いでしょ。この子はね、トイプードルとあとチワワ。ふわふわ。感情が出た。怖いね。みんなちゃんと見れましたか？見れました。一生入れるけどね。可愛かったね。見れるわ。でも次に行かなきゃいけないんですそう、よね。次はですね、猫カフェとうさぎカフェにちょっと二手に分かれて行こうと思うんだけど、じゃあグッパーで分かりますか？耳なんですね。はい。はい。せーの。グーカーパー。ローカル。ルールが。じゃあ、いくよ。ぐるぐるぐるしょ。何？私らが猫かな。猫で猫に行きます。じゃあうちらがうさぎに行きます。私たちはい猫ちゃんチームは猫ちゃんチームは。猫ちゃんチームは猫カフェのフロアにやってきました。来ました。ゆいちゃん、そこかしこにいるよ。待って、あ、待って。猫だらけ。可愛い、こんにちは。すごいね、忍者ちゃんと屋敷じゃん。浅草っぽい。あー、カメラが好きなのかな。この柄超可愛い、おしゃれ。これもう大人なのかな。ね、可愛い可愛いね。な。めっちゃ足短。あ、可愛い。可愛い。どうしよう、どう猫になるかな。みんな、わやばいらしい、吸わせたらやばいらしい。痛い痛い。いやー、なんちょっと待って、ちょっと待って。でもやっぱこの子可愛い。可愛いけどこの子になるのはすごい難しそうだな。私この子お気に入り。お時間なんで。はーい。時間だって早く食べな。いるか？よし、綺麗に食べてくれた。ありがとう。はい、うさぎさんのフロアに到着しました。失礼します。なんかおしゃれ。和田垂れ耳がいいって言ってなかった？垂れ耳がいい。つくしさんじゃん。つくしさんじゃん。来た来た。うさぎフロアにいなかったら何かわかんないかも。何これ？確かに犬みこういうたいな。犬いるよね。いるよね。ネザーランドドワーフはやっぱ絵に描いたようなうさぎだね。本当だね。でっか。そう思ってたんだよ私。でかすぎんかさくら。でか犬よりでかいよ。さくらも抱っこできるんですか？あ、そうそう、でかいです。大きすぎる。でも耳、人間のつけるならこのぐらいじゃないの？ねいいね。多分このくらいの。さくらぐらいの耳つけないと。かわいい。すごい。後ろ足めっちゃ大きいね、うさぎって。超すごい。ここの膝にいる感じやばい。うわ、気がすごい。はい。ポポさん、うわー。おお。めっちゃ暴れてる。梅です。うちのタンポポです。種類によって耳が全然違う。タンポポさんは耳が小さくて可愛い。あ、ここから耳生えてるわ。もう多分。失礼します。お、本当だ。だよね。ごめんね。耳です。梅の耳。ずーっとぐるぐる回ってるんだけど。そう穴掘りますよね。じゃあまだ穴掘んなきゃじゃん、うさぎみたいな。ね、じゃない？この動き覚えて帰んなきゃ。はい、触れ合ってきましたけど、うさぎはどうでした？うさぎね、可愛かったよ。なんかさ、こういううさぎをイメージするじゃない、うさぎって言ったらこういううさぎいっぱいいたよね。ね、なんか和田がさ言ってたやつかな。じゃーってやつ。言ってたよね。へえ。あとここがそう、ここにふわふわ袋があって。そうあれシナモンね。いっぱいいろんな種類いた。
猫めっちゃおとなしいイメージだったけどさ、犬かなぐらいさ、もうどんどん寄ってきて、餌出した時の食いつきをね。じゃあもし猫になるとしたらそのそうだね、爪も伸ばしていこう。見た動物たちのイメージをちょっと覚えておいて次の打ち合わせに備えましょう。はい。狭い物語って MV があるんですけど、なんか島で撮ったんですよ。で帰りにフェリーとその島の方々、島の方と一緒にテープをこうなんかわかりますか？つないで、あ、つながってる、ずっとつながってるみたいなやつあるじゃないですか。あれをやったんですよ。あれ、MV 関係なくて。ただ帰るただ帰る道。なんかずっとこんなに離れてるのにつながってるテープでみたいな。うわーって島の人でなんか面白かったです。海辺にての MV は初めてその桜井さん抜きで監督とメンバーだけで意見出してやってみようっていう企画の中で作ってもらったんですけど、監督との中でなんとなくのストーリーの設定があったみたいで、こう昔の過去の自分と対峙するみたいなのをテーマにっていう話をして、割とストーリー仕立てというか、お話がつながってるような感じだったんで面白かったなって思って。小庄司はライブのセットリストを考えてくれたりとか、ポエトリーの詩を書いてたりとか、メンバーの中で一番運営側というかプレイングマネージャー的なポジションにあるので、そのおかげで多分プロデューサーとのメンバーとの意思の疎通というか、
この橋を作ってくれてるのかなっていう感じの場所におります。私にないものを桜井さんが持っているので、橋渡しとして不祥事がいるというところで、録画のライブだったり MV だったり曲だったりの0から1にするっていう生み出す作業を私にはできないので、桜井さんと橋がつながってる不祥事がやっぱりその重要というか、ね、録画の要だなって思います。なんか私クールと思われてんの。誰に？あどこに？マジでどこに？どこに？本当私もびっくりするんだけど、そうでしょ。そんな人。不祥事の友達がライブ見に来て、あの不祥事がクールに踊ってるって感動して帰るんですよ。なんなら一番親しみやすい感じの人。そう、私もそう思ってたの。違うんだ。違うんだでも。まだほわほわ可愛いって騙されてくれてる人もいるんですけどなんか結構長い間見てくれてる人とかは意外となんかデンとしてるよねなんか何をするにも物おじしない感じがする。あんまり舞台上で緊張してあわあわしてるとことか見たことないし、強さがあるなって思います。焼き鳥焼き鳥はすごい好ずっと好きって言ってるき。よね。ずっと好き。で鶏肉絶対好きじゃん。さっきも鶏肉食べました。ほわほわキャラで行きたいならなんかもっと可愛いさ、いちごが好きとか言ってけばいいのにさ、焼き鳥が好きですって最初から言ってる別にほわほわに見られたいってわけではないよね。そんな思ってない。でも見られてたらラッキーぐらいでしょ。そうそうそう。思ってるよ考えて。葵ちゃんはすごい話のオチがない話をでも最近治ったくない？最近、ね、心がけてるからみんなに聞いてほしいわけじゃなくて、ちゃんと伝えたい意味もないのになんかポロって言っちゃってみんなが「ん？で?」みたいなたまにさ、なんか臭くないみたいな時あって、他うちらだけだったらいいけど、それ言い訳させてとかあるじゃん。なんかね、大阪の人大体そうなんかさ、大阪の人大体すぐそうやって文句言うねんなんかダメじゃないそれ。そう思ったことをすぐ口に出すから、周りをあまり見ずにそう臭いって言っちゃそう言っちゃう。でもさ、それでさ、そういうこと言うなよとか言いながらでその顔見てよくない、本当によくない。津田さんはやっぱ一番こう土台となってくれてるっていうか、音楽とかもこう一番分かってて、私たちが分からずに桜井さんの難しい曲をなんかどうやって踊ったらいいんだろう、歌ったらいいんだろうって思ってたところをみんなそれにこう引っ張ってもらって成長できたというか。入る前に一時期違った髪型だった時はあったんですけど、高校生くらいの時からずっとこの髪型と眼鏡で生きてたので、服がやってなくてもこの見た目だったと思います。逆に意外性がないんですよね。こういう人なんだろうなっていう人なんですよ、もうそのままなんだっけ、魂も眼鏡かけてるみたいな。この間自分で眼鏡外した自撮りをしたんだけど、なんか眼鏡かけてるみたいな顔の印象。どういうことどういうことわかんないかな。眼鏡かけないから。眼鏡外しても眼鏡かけてる。インタビューとかだと生地がこう文だけで出るじゃないですか。でも和田のところは多分この人眼鏡かけてるんだろうなみたいな発言、ね、言い回しとかも賢いんだよね。賢い言い回ししたり写真で見た印象より全然なんか喋りやすかった。本当、なんかもっとなんかお互い人見知りするかなって思ったけど、でも葵ちゃんは多分僕がのメンバーの中だと一番似てる系統、一般層にいる人たちだよね。和田の人見知りがすごくて、いや本当に私ってそんなに人見知りじゃないわって思いました。初めて3人のメンバーに会った時にゆいちゃんが一番喋りやすかった。本当、僕それまで人見知りだって思ったけど、もっとすごい人っているんだ全然そんなことないよ。電子機器壊す。
まだそれは確信めいてないから大丈夫。何もしてないのにね電子機器と相性悪い人っているじゃないですか。多分私それなんですよ。パソコンとか触ったらでもやばい爆発じゃないライブで LED をよく使うんですけど、よく交渉するんですよ。ライブ中に右だけつかなくなっちゃったりとかで、それがなんでだろうねってずっともう何年も前から言ってたんですよ。割と頻繁になるんで。でこの間いよいよ壊れた時に葵ちゃんが「ゆいちゃんのせいじゃない?」って言ってきてそういえばと思ってそういえばすごい携帯も壊すし、なんかそのヘアアイロンとかもよく壊すしってすごい心当たりがあることがいっぱいあって、ちょっと携帯で調べました。もうどうしようもないじゃないですか。VJ とかプロジェクターとかでたくさんなんか使うどうすればいいんですかね。はい、本日はミュージックビデオのスタイリングに協力していただくサクさんのスタジオに来ております。こんにちは、さくです。よろしくお願いします。お願いします今日は皆さんのために可愛いお衣装をアレンジして提供できるように頑張ろうと思ってます。今日は角とか耳とかもたくさん持ってきてるので、みんなに実際につけてもらおうかと思ってます。サクさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかうさぎさん。あおー、すごい。髪色一緒じゃない？本当だ。今かな、めっちゃいいじゃん。あ、角が可愛い。でも私この猫を気に入ってる。可愛い。でも私結構井上これありなんだけど。なんだっけ？これいい。これ良かったよね。似合ってた。結構おすすめ。おすすめ。似合ってる。やった。じゃあこっちがいい。みんながこっちがって言うから。どうしよう。でも緑だから色がない方がいいかな、あんまり。毛がね。これでもいいかなと。この耳とこのふわふわなんかあ、なるほど。やりたかったやつとこの感じのそうね。いいじゃん。似合ってるいいとこ取りみたいな。これってこういう風にできたりしますか？できますよ。トップイヤーになりたい。可愛い。確かにそのぐらいの方が面が全面にピンクのところがあんま出なくてまだわかる？あれなんかさ、みんなの耳はちゃんと動物っぽいけどこれチェック出ちゃうなって思って。なるほどね。私何になりたかったんだっけな。芝じゃない。犬か狐か。もう決めたんですか？みんなそれで決めた。もうどうしよう。じゃあせっかくなのでこう色違いの同じ形で作るのどうですか？いいんすかマジで？マジでいいんですか？よし、大丈夫？大丈夫。大丈夫。 1万円ぐらいで出さなきゃいけない。嫌だよ。嫌だよ。なぜ？そうだよ。嫌だよめっ。ちゃ怒るよ。あんたが出しや。きっとその方が納得してもらえる。嬉しい。井上は鹿です。和田はうさぎの梅さんにします。矢川は羊にします。庄司はちょっとこれから話し合って決めます。お楽しみに。こ
ゾンブックガールデュアルお楽しみに。